皆さんこんにちは。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、開始したいと思います。今日はですね、オーストラリアの離島コミュニティにおけるナースプラクティショナーの役割と活動ということで、ナースプラクティショナーのヘップナー先生にいらしていただきました。これから講演を始めたいと思います。私は本日の司会を務めます宮里と申します。よろしくお願いいたします。で今日はですね、テレビの画面に出ておりますけれども、名誉大学とそれから県立宮古病院とそれから県立八重山病院の音楽インストで、講演会を行います。はい。でですね、講演会を開始するにあたりまして、お願いがございます。携帯電話の方は電源をお切りになるかマナーモードにしてください。それからですね、あとはですね、記録のためにお写真を撮ることがあるかと思いますので、ご了承ください。では早速プログラムに従いまして始めたいと思います。まず主催者挨拶ということで、音楽の教授の上川ひとり先生、よろしくお願いいたします。皆さんお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。今日の講演はオーストラリアからプラメンヘルスケアのナースプラクティショナーの方をお招きしています。日本ではあまりナース NP の活動というのはなかなか始まったばっかりで、どんな活動していっていいかというのがまだなんかブレードの状況なんですけれども、海外の活動状況を鑑みながら、また日本での活動も私たちも構築したり、参考になるのかなと思ってこの中にもさせていただきました。ということで短い本当に短い45分なんですけれども、2枚ちょっとフリーアップの方が入るので、90分90分だけですけれども、最後にちょっと質問コーナーがありますので、ご協力いただけますか。続きまして、紹介に入りたいと思います。皆さんの、この資料のところに書いてあるんですけれども、もう先生の講演の時間が短いので、ここに書いてある通りなんですけれども、現在はナースプラクティショナーとして活動をしています。で、主な実践活動ということで、いろんなところが書いてあるんですけれども、主にですね、多分オーストラリアとパプアニューギニアの間にトレス島という海峡というか島がいっぱいあるんですね。で、彼女はそちらで実際に実践活動をしてきたという経緯があります。今はもうそうですね、私によく言うんですけど、もう55だから年だから実践はとはおっしゃってたんですけども、私も58だからもうそろそろね言ったら、いや私は70まで働きますと先ほどおっしゃっていただいて、かなり島の人たちのヘルスワーカーも含めてプラメンヘルスケアの活動を重点的にサポートしていらっしゃるということです。あと、そうですね、助産師の免許とか、それからも、エアフォース航空官の認定取得とですね、いろんなこの認定資格を勉強して取っていらっしゃるということです。それから受賞もですね、ここに書いてあるように、実践活動が素晴らしいということで、いろんなルーラル看護、リモート看護の学会等から米国講習含め受賞してきている、素晴らしい先生でございます。はい、それでは先生よろしくお願いします。ありがとうございます。Good afternoon. I just. Oh.
Good afternoon, everybody. Can you hear me? Everybody hear me? Okay. Well, it's been a lovely past 24 hours and I've been very excited to come and meet you all. And it's with great humility that I stand here. 皆さんこんにちは。沖縄に来て24時間ほどになりますが、非常に素晴らしい時間となっております。皆さんにお会いできることを大変嬉しく思っております。I'm here at the invitation of Professor Midori Kamazoto. I would like to acknowledge all the elders past and present and the traditional custodians of the land on which we stand. I'm very honoured to share with you my presentation, my role as a nurse practitioner in remote island communities in Australia. 上里みどり先生にお招きいただきました。過去、そして現在の高齢者の方々に感謝を申し上げるとともに、この土地の先住民に感謝申し上げます。本日講演をさせていただけることは大変光栄です。タイトルはオーストラリア当初におけるナースプラクティショナーとしての役割です。I'm going to talk briefly about the legislation, governance, professional support, and what it looks like being a nurse practitioner in a remote Australian setting. 講演の内容なんですけれども、まずはオーストラリアの看護に関する法律に関して、そして規制管理体制、そして雇用主からのサポート、オーストラリアの遠隔地でナースプラクティショナーとして働くということについてお話をしたいと思います。Legislation. This is a little bit boring but necessary because without legislation we don't have the official governance to practice, and this was an amendment to the Nursing Act to allow nurse practitioners as a new practice to practice as a nurse practitioner. And in fact, in Australia the nurse practitioner title is protected, so it's against the law to pretend that you're a nurse practitioner if you're not. Similarly, we've had amendments to the health, drugs and poisons regulations to enable nurse practitioners to prescribe within their scope. まず最初に法律に関してお話をします。これはちょっとつまらない内容になってしまうかと思うんですけれども、こういった法律がなければ看護実践の管理等もできないので、非常に重要なことです。まず国の現行の看護法というのが健康保険法改正助産師とナースプラクティショナー2010年というものになります。そして、このナースプラクティショナーというのは、この職種名はオーストラリアで保護されているものになりますので、ナースプラクティショナーの資格を持たずにその職種名を名乗ることは違法とされております。そして3つ目が、これも法律なんですけれども、州の法律で保険、薬物と毒薬規則1996年で、最もこれが現行の州の法律になるんですけれども、これはナースプラクティショナーの医薬品の取り扱いに関して、規制している法律になります。So for nurse practitioners, there are many sections of the health, drugs and poisons regulation that have been amended, and this is
an example of one of those amendments, section 67, where this legally authorises me to give an oral or written instruction to another registered nurse, an Indigenous health worker, a paramedic or a dentist. You give permission to Yes, the legislation, yes. To provide drugs to the patient. Yes. Okay. And give orders to the other staff if it's over the telephone. でこの保険薬物と毒薬規則1996年なんですけれども、これは改正された法律でさまざまな部分が改正されたんですけれども、そのうちの一つとして、この S67 性看護師という条項がありまして、その中では性看護師ナースプラクティショナーがどういうふうに薬物の取り扱いをできるかという、どういった権限があるかということを謳っております。で、他の医療従事者にどういった指示を行う、与えることができるかということを明確にしています。This is an example of the online screen that any member of the public can look up my endorsement as a nurse practitioner. でこの今スライドにあるインターネットのページなんですけれども、これは誰でも見ることができます。Our national body, the Australian Health Practitioner Regulation Agency, also provides national registration. So this is very useful where you may work in different states. You only need to register once with the national agency. でこのページにあるのが、アプラといって、オーストラリア医療従事者規制局のページになるんですけれども、これに看護師としての登録をします。で、これは国の看護師の登録をすべて行っているところなので、別々のオーストラリアの別の州で働いたとしても、このページ一つで登録を行って、完了させることができます。There is also public access for the nurse practitioner standards for practice, which anybody can look up. Very useful when you're a student doing your assignments, so you can reference the standards against your clinical work. またナースプラクティショナーの実践基準というのもオンラインで閲覧することができますので、学生の方だったりとかにとってはとても利用しやすい、すぐにナースプラクティショナーの基準がオンラインで見れるというとても便利なものになっております。And you define your own scope, and for me, I chose primary health care. At the moment, that includes rural and remote, but if I get much older, I might not be strong enough to work rural and remote, so then I could come back in the city and still primary health care is suitable because I'm a specialist generalist. オーストラリアでは、自身の実践範囲を自分で決めることができます。で、私自身はプライマリーヘルスケアなんですけれども、その中に僻地の看護と遠隔地の看護も含まれております。ただ、年を取ってしまうと、その僻地や遠隔地での看護というのが、プライマリーヘルスケアというのができなくなってしまうので、そうすると都市部に出て
そこでプライマリーヘルスケアをできるかどうかを検討することになります。私はスペシャリスト、ジェネラリストになります。My prescriber number I will have for my whole life, and that's issued once by Medicare. で、処方者番号というのが発行されるんですけれども、すみません、これスライドでメディケア過去国民健康保険というふうになってるんですけれども、メディケアというのは国民健康保険プラスメディケア庁という政府機関がありまして、そのメディケア庁から発行される処方者番号というのがあります。それは一度発行されたらそれをずっと持ち続けることができます。And my prescriber number, which is matched up to my prescription pad, is also audited and tracked by Medicare for general information and also to see if I'm prescribing things that I shouldn't be prescribing. でこの処方者番号というのはメディケア庁によって、監査がされるので、ちゃんと正しい薬を処方しているかどうかということもすべて見ることができます。It is a choice of each nurse practitioner whether they choose to prescribe or not prescribe. You don't have to prescribe to be a nurse practitioner. However, in a remote context, you wouldn't get a job if you didn't prescribe because it's necessary for your job to be a prescriber. 処方をしたいかどうかというのはナースプラクティショナー一人一人の決断の判断によるんですけれども、ただ僻地で働こう、ナースプラクティショナーとして働こうと思ったら処方できないと雇ってもらうことができません。For each location that I practice, I need a separate provider number, and once again, this is issued by Medicare. で実践をする場所によってプロバイダー番号というのが必要になってきます。でこれもメディケア庁によって発行されているものになります。And just for interest with our electronic medical records, when I log into a patient record, I can charge for the service I provide, so the health service can look at how much revenue I've raised. So Medicare can see how much you charged each patient? Yes, and the health service as well. And the health services. でこの患者の記録が残っておりますので私自身が患者にいくら請求したとかっていうこともすべてオンラインに残っていることになります。でメディケア庁だったり、他の機関もそれを閲覧することができます。Another fantastic online reference is our pharmaceutical benefits scheme, the PBS, and because I'm very mobile, I can't remember all of the drugs and all of the limitations and specifications. So I use the PBS to refresh my memory if I haven't prescribed something for a while, and this will You can use it. There's a little NP for nurse practitioner, so that if someone says, if one of the doctors says, Doon, you can't prescribe that, I say, yes I can. It's in the pharmaceutical benefits scheme. Because we're teaching our doctor colleagues as well. This is a new role for us. So some of the old-fashioned ones, we've still got a little bit of a battle.
もう一つこのオンラインレファレンスであるのが PBS、これ英語でファーマスーティカルベネフィッツスケジュールの頭文字を取って PBS、 日本語で医薬品給付システムというものなんですけれども、医薬品のリストがオンラインで見ることができます。で、私自身もいろんなところに行ったりとかいろんな場所で実践したりするので、どの薬がどうだったかっていうのをちょっと忘れてしまうことがあるので、こういったPBS を見て、でその薬がどういう薬だったか、どういう内容だったかっていうのを思い出すことができます。で、これに、左側にこのページの左側に NP っていうのが書いてある薬に関してはナースプラクティショナーが処方できる医薬品になります。で、たまにナースプラクティショナーが処方するっていうのはまだまだ新しいことなので、お医者さんとかによっては、ジュンさんこのお薬あなたは処方できませんよって言われても、こうやって NP って書いてありますよって言って処方をちゃんと処方することができます。So what will make you a successful NP? It's not just about the study. So you need to be confident because you're personally and professionally isolated, and often you might be working on your own. You need to be flexible. You are serving the community and you need to work with them.You need to be courageous. You need courage. We've all got courage because you'll be faced with emergencies that you wouldn't be faced with if you were working in the hospital. You may have to treat one of your family members, and that's morally very difficult. And a friend of mine had to resuscitate her daughter who had meningitis, also a very difficult situation.そしてナースプラクティショナーとして成功するために必要なことというのは、勉強することだけでは、知識だけではありません。こういった資質も必要になってきます。で、まずは自信を持つということが非常に重要で、仕事でもプライベートでも孤立してしまい、一人で仕事をする可能性があります。で、柔軟性は地域のために働いて地域住民と連携を取る必要があります。そして勇気もとても大事で、ナースプラクティショナーとして働いていると経験したことのないシチュエーションの対応を迫られることがあります。都市部の病院とかで働いていたら遭遇しないようなシチュエーションにあったりすることがあるので、そういった時に勇気というのが非常に大事になってきます。私の友人で家族の緊急治療をした友達もいまして、髄膜炎、筋性疾患を患っている娘さんを蘇生させた方がいらっしゃいます。You need to be passionate to keep you going when you feel defeated.A strong sense of social justice because we're working with communities that are marginalised geographically and socially, and of course support from your family and friends. You'll need it. 情熱というのは挫折感を味わった時に前進する力となります。そして強い正義感、私たちは地理的に周縁化された地域に奉仕しています。そして最後に家族、友人からのサポートというのは必ず必要になってきます。Professional support from the employer is necessary to provide backfill so that the remote nurse can go on the mainland and do continuous professional development.雇用主からのサポートというのも非常に重要で、雇用主が看護師が別の大きな島に行って、継続教育を行っていけるように雇用主がサポートをするということが必要になってきます。その看護師がいなくなったその時のその穴埋めをするのが雇用主のサポートということになります。And physical support, a good accommodation and a computer that works. No use if your computer doesn't work. And some textbooks. We've got a
manual that is standard for all the health providers to use, and that's it. That's a very useful thing. またそういった公認者を確保するというだけではなくて実際に宿泊先を用意したりとか技術面パソコン環境を整えたりとか、マニュアルの支援をしたりもします。雇用主がでそのマニュアルなんですけれどもプライマリークリニカルケアマニュアルと慢性疾患マニュアルというこれは全ての医療従事者が使うマニュアルになりました。こういったサポートをするのも雇用主の責任になります。The role of the island NP includes direct clinical care of patients, consultations by telephone and video to other islands to provide clinical advice to nurses and Indigenous health workers, comprehensive patient care planning, family meetings and community meetings, mentoring, facilitating and teaching, 島のナースプラクティショナーの役割なんですけれども、患者の臨床ケア、それから電話とビデオを使って他の島の看護師や先住民ヘルスワーカーに臨床アドバイスをする、包括的な患者ケアプランを作成したり、ファミリーミーティングや地域のミーティングを行ったりも役割の一つです。それからメンタリング、ファシリテーション、教育指導などです。And for medication, orders, verbal and written orders for Schedule 2, 3, 4 and Schedule 8 drugs, starting them, stopping them, titrating, warfarin management, intravenous fluids, intraosseous fluids and vaccines. Pathology requests, which include bloods, urine, sputum and swabs. Basic diagnostic imaging referrals, plain x-rays and ultrasound. Referrals to allied health, physio, OT, speech pathologist, podiatry, diabetes educator, social worker, dietitian. Also referrals to GPs and specialist doctors. And we're supposed to do research, but it's impossible without backfill. そして、お薬に関しては、投薬治療に関してはオーダー、それからワルファリン点滴ワクチンを含む医薬品の導入、タイトレーション、そして停止、病理診断フォーム、血液、尿、唾液拭い液など、診断画像の紹介、超音波、単純、X線、そして、紹介、アライドヘルス専門医に紹介することができます。このアライドヘルスというのは医師、歯科医、看護師を除く専門医のことで、理学療法士、作業療法士、医療、言語、聴覚士、測病医、糖尿病、療養指導士、社会福祉士、栄養士、聴覚訓練士、その他にも紹介先として一般開業医、専門医などがあります。そして私たちは研究もしなければならないのですが、公認の方がいないと研究をするのは難しいです。So where are we? Our health service is on the northern peninsula of Australia and the Torres Strait, which consists of 15 inhabited outer island communities reaching from the northernmost point of Australia to the border of Papua New Guinea. 私たちがいるところですが、トレス海峡というのは15の有人島からなり、オーストラリアの最北端からパプアニューギニアの国境までの間の海峡です。それぞれの地域では多様な言語と方言が使われています。The land masses used to be joined a long time ago.
このオーストラリアの最北端とパプアニューギニアというのは昔は陸地でつながっていました。This photo of myself with two Indigenous health workers, and this is the A team because Hilda has now become a nurse and Tommy is the male health worker and he looks after men's business. 右下の写真にあるのが、私がいる A チームなんですけれども、ヒルダーさんが看護師で、トミーさんが男性の方で、2人が先住民ヘルスワーカーになります。Just some pictures of different communities. いろんな地域の写真になります。Some days it's about where you are from. Our nursing lives are woven into our personal lives and all of your life experience counts. 自身の生い立ちや経験が関わってくるとき、看護師としての経験は私たちの私生活に織り込まれていきます。すべての経験が看護に生きてきます。Don't wait for the community to come in the clinic. When I'm talking to students, I try and encourage them they must be out in the community. Don't lock themselves in the clinic and wait for it to happen. 地域住民が診療所に来るのを待っていてはいけない。私が学生に話をするときに診療所に困るのではなく、どんどんと地域に行くように話をしています。You won't really see what's going on if you stay behind the locked doors of the clinic. 診療所にこもっていては地域で何が起きているのかを知ることもできません。So this is an example of a computer when I was on Moa Island, but it didn't work. So no point giving me a computer that doesn't work. 真ん中にあるのがコンピューター、パソコンなんですけれども、島にあるパソコンででもちゃんと動かないのであっても意味がなかったという6 months later, still doesn't work. 6ヶ月経ってもまだ治っていなくて、新しいパソコンも届いていません。Some days it's about a good work-life balance. A good work-life balance is very difficult in a community. So you need to establish your boundaries early. でワークライフバランスなんですけれども、これは遠隔地、僻地にいるととても難しいことなので、もう遠隔地に行ってすぐにこのバランスを見つけるというのが大事になってきます。Attending craft with the local women. でこれは地域住民の女性の方と工芸品を作っているところです。左上ですね。Trying to pretend I'm healthy, walking up to the big flat rock. 右上の写真は大きな岩の上にこう登って歩いていって健康だというふうに証明しているところです。And a special occasion, a birthday party of my friend's daughter. で右下は友達の子供の誕生日会の様子です。Some days it's about Harry, my husband, Ralph, my dog, and a bad haircut. ハリー、主人のハリーと飼い犬のラルフと変な髪型でそういう日もあります。This is my husband who's Samoan. で左上にあるのが私と主人の写真で、彼はサモア人です。This is my husband's haircut of me. でこれは主人がカットしてくれた髪型です。No hairdressers on the island. 島には美容師さんがいません。And my dog when I first got him. で私の犬なんですけれども、最初に見つけた時はこういった状況でした。And his resuscitation was with porridge and miso soup.
で、このラルフが元気になったのはおかゆとお味噌汁で元気になりました。Some days it's about fishing, hunting, crabbing and swimming. 釣り、狩り、カニ釣り、海で泳ぐ。Cutting up turtle, which is a traditional food. これは亀をなんていうの飼って中を取っているところなんですけれども、昔から亀は食べられています。Catching a shark for bait. で、サメを取っているところですね。The best day of my husband's life, catching a Spanish mackerel. で、右側がこの大きなサワラを釣った時なんですけれども、これが主人の、最も素晴らしい一日となったということです。人生で最も素晴らしい一日がこのサワラを釣った時だそうです。And this is my twin sister and my niece visiting. で、これは私の双子の妹と姪っ子ですね、遊びに来てくれた時の写真です。The most delicious crab. カニはいつ食べても美味しいです。Some days it's about events in the community. 地域のイベントの様子です。This is a vegetable man promotion to try and get the children to eat more fruit and vegetables. これはベジタブルマンが地域にやってきた時の様子です。子どもたちにより体にいい栄養のあるものを食べてもらうことを目的としています。This is very north on Saibai Island, and you can see Papua New Guinea in the background. これはトレス海峡諸島の北の方にある島のサイバイ島というところなんですけれども、写真でも上の方にパプアニューギニアが見えるのがわかります。And this is a reenactment of Coming of the Light with the London Missionary Society. これは、ロンドン伝道協会がこのトレス海峡諸島に初めてキリスト教をもたらした時の様子を再現しているイベントです。If the community wants us to shut for a special occasion, we close, especially for a funeral. Close the Shut the clinic. shut the clinic. 地域のイベントとかで診療所を閉めなきゃいけないときには、そういった要請が地元の住民からあったときには診療所を閉めることもあります。Some more pictures during the community events. これもコミュニティの地域のイベントの写真になります。Lots of singing and dancing and big feasting. いっぱい歌ったり踊ったりいろんな食事を楽しんだりします。This is the ordination of a local priest here. これは司祭さんが聖職員の授与式の様子です。真ん中にいる方がそうです。The community from the other end of the island. 他の島の地域のイベントの様子ですね。Anzac Day, which we always celebrate. アンザックデーという祝日ですね。オーストラリアの祝日です。Some days it's about women, and the community and the teaching activities, the health activities are separated between men's business and women's business. Often we'd have after hours so the women could attend at night. これは女性の集まり
女性の集まりというのがあるんですけれども、男性特有のそのケアだったり女性特有のケアというのは別々で行います。で、この女性の集まりというのは仕事などを終えた後に女性が集まれるような時間帯に行います。This is a night we had on reproductive health. So pictures are very important and pamphlets because the literacy rate is very low. でこれはリプロダクティブヘルスについて学んでいる時の写真なんですけれども、絵を図で表したりとかパンフレットを用意するというのが非常に重要です。識字率が結構低いので、こういった視覚的な資料を持って、セッションを行います。But we all still complain about our husbands together. けれどもこういったセッションで私たちは旦那の悪口を言ったりとかします。In the community, it's about capacity building and community development as well. So initiatives like markets and beading, where women can get cash to supplement their pension, is important. これは地域で一緒に地域支援を行っていくというのが大事なんですけれども、これはマーケットとかを開いたりとか工芸品を作ったものを売ったりとかして、その年金を受給している人たちの副収入に充てられるようにしています。Much more important to be in the community supporting the women than waiting for them to come to the clinic. 診療所にこもってずっと患者さんを待っているよりも、こうして地域に出て行ってイベントに参加してどんどん地域に入っていくというのが非常に重要です。And you must develop a relationship with the community so that they can trust you, because you'll be the most trusted source of advice for them. こうして地域住民と関わることによって信頼を得るというのがとても大事です。The most delicious cassava cake. 上にあるのがキャッサバケーキですね。This lady here, Auntie Dallas, she asked me, because she can't read or write, so she would weave the baskets and pick the mangoes, and we decided that $5 with the basket full of mangoes, because otherwise she would give them for free, because she says, I don't pay for the palm fronds and I don't pay for the mangoes. But we decided $5 for her, and she was very happy with that. この、左上の写真にいる女性なんですけれども、彼女は読み書きをすることができなくて、彼女はこのバスケットを作ったんですね。で、私はそのバスケットにマンゴーを入れて、バスケットとマンゴーセットで$5で売ることにしました。彼女はもともとお金はいらないと言っていたんですけれども、そうやって売ることにして利益を得たということに関して彼女はとても嬉しく思っていたようです。Very important to hand the traditional crafts down to the children as well. こういった伝統的な工芸品のスキルを子どもたちに継承していくということは非常に重要です。A beautiful hat for Anzac Day. これはアンザックデーのために編んだ帽子になります。Some days it's about children. 地域の子どもたち。Very important for children to learn the traditional dances and maintain their cultural vitality. 子どもたちが伝統的な踊りとか舞踊を受け継ぐことというのは非常に重要です。Some days it's about babies. 地域の乳幼児たち。This lady Lizzie asked me to cover her face, not because of the shame, but she was embarrassed about her wild hair. でリジーさんという女性なんですけれども、
顔を隠してほしいというふうに言われて、なぜかというと写真が悪かったのではなくて髪が乱れていたから、それが恥ずかしくて顔を隠してほしいということでした。This was baby Mua, who was born in country, and a very culturally significant event to be born on her own land. これはムアちゃんという赤ちゃんで、その土地で生まれました。アボリジニの女性にとってその土地、その自分の生まれた土地、自分が住んでいるその土地で出産するということがとても重要です。Baby Mua. ムアちゃんです。And you can see I've put her in a drawer with some warm bags of saline. Warm bags? Warm bags of saline. Ceylon? Saline, of salty water. Oh, salty water? Yeah. Just keep warm, right? Yes. Oh, to keep warm. Oh. Yeah, because no humidity. でこの箱に赤ちゃんを入れて塩水で温めるように下に入れてあります。Just being practical. 実用的に行おうとしています、ケアを。Some days it's about other kinds of babies. で他の赤ちゃんたち。I got a call from Dallas saying that one of her goats was having baby pains. 私の友人から電話がありまして、彼女のヤギが出産間近だということで電話が来ました。I said, I'm not a vet. 私は獣医ではありませんと言いました。Don't worry, just try. で、彼女は心配しなくてもいいからとにかくやってみてというふうに言いました。Some days it's about trauma. 外傷の対応。This man here had lots of machete wounds. この男性はマチェテというこのナイフのようなものが農業とかに使うナイフがあるんですけれども、マチェテによる傷がたくさんありました。Still alive, but doesn't look like. まだ彼は生きています。そのように見えませんが、この写真の中でも彼は生きていました。Too much alcohol and big fight. 右下はもうアルコールも飲みすぎて喧嘩になった結果です。右下。And this man presented very late with chest pain. He presented very late. Late presentation. Late presentation. With chest pain. With chest pain. Pain in his chest. He had a pain in his chest. Yes. Yeah. Some heart pain. Yeah, some pain in his heart. Yeah. この患者さんは心臓になんか痛みがあったそうです。Some days it's about patients that come across from Papua New Guinea. 時には国境を越えた患者のケアも行います。This is just showing you where we are. これは私たちがいるところをちょっと分かるように地図を入れたんですけれども。When patients come from Papua New Guinea, they must book into quarantine. パプアニューギニアから患者が来たときには最初に彼らを隔離しなければいけません。It's only 4.2 kilometers. パプアニューギニアは 4.2 キロ先にあります。それほど近い距離にあります。And people don't have passports or identity papers. パプアニューギニアの方々はパスポートや身分証明書を持っていません。Assessing a baby at the water's edge. これは海岸で赤ちゃんのアセスメントを行っている様子です。
So I returned this baby back to PNG so as to not insult their own health services because the baby was well. この赤ちゃんは異常なしという診断でパプアニューギニアに戻しました。パプアニューギニアの医療資源、医療体制に対してその失礼にならないようにしなければ、そういう配慮も行っています。So I was visiting Saibai to help with a cholera outbreak. この時は栽培島を訪れてコレラのケアに対応している時でした。This man's not drunk, although he looks drunk, doesn't he? この男性は酔っているわけではありません。酔っているように見えるかもしれませんが、彼は酔っていません。He was carried on a bamboo stretcher by family and friends for 9 hours to cross over into Australia to seek treatment. 彼の家族と友人が彼を竹の担架に乗せて治療を受けるために9時間かけてオーストラリアにやってきました。They had placed tourniquets on his leg. 彼の足には止血帯をつけていました。He was bitten by a Papuan black snake and suffering the effects of envenomation. この男性はパプアンブラックスネークという種類のヘビに噛まれ、毒による症状が出ていました。Can anyone in the audience see the sign 皆さん、その症状が何か分かりますか？ of envenomation? その毒の症状、どういった症状が出ているのか。Don't be shy. 恥ずかしがらずに勇気が必要です。Don't be shy. Can 恥ず anyone かしがらず see? に何かその毒によって現れたその Okay. So see how his eyes are shutting? 目がこうまぶたがこう落ちているのが分かりますよね。 He looks drunk, but he's not drunk. It's called ptosis. これは酔っているように見えるんですけれども、酔っているわけではなくって、こうしてまぶたが下に下がってくることを眼瞼下垂って言います。 I hate snakes too. 私もヘビが大嫌いです。This is where he was envenomated on his left lower leg. これが彼の左足下でヘビに噛まれたところですね。 No bandaging because they didn't have any bandages. 包帯がないのがお分かりになると思いますが、彼らは包帯を持っていなかったそうです。 We intubated this man when the doctor came from Thursday Island and sent him to Cairns Base Hospital in intensive care and he recovered. Oh, you sent him to Thursday Yes, Island and then Cairns. and then to Cairns. Yeah. And then he recovered. Yeah. 私たちはこの男性の患者をこのトレス諸島の中の親病院のある木曜島というところに送って、そこからさらにケアンズの病院、オーストラリア本土の病院に送りました。で、彼はちゃんと良くなりました。完治しました。 Family and friends returned later to Boigu with a beautiful woven bag for the staff. で、このヘビに噛まれた男性の友人たちはまた後日私たちのところにボイグ島に来てありがとうと言ってお土産をくださいました。This young boy, this photo breaks my heart. This is a young boy from Papua New Guinea with HIV. So can anyone see a worrying warning sign on this boy? この写真を見ると非常に心が痛みます。彼はパプアニューギニアの子供で HIV に感染しています。皆さん、その HIV のその兆候お分かりになりますか？ So see this zoster here? So this zoster is the first sign that he's immunocompromised.
で帯状疱疹がお腹の上のところにあるのが分かると思いますが、それが HIV に感染した時の最初の、サインということになります。And even sadder, no treatment for him. He gets sent home. でもう治療の方法がないと言われて、彼は家に帰されました。This is a young baby with Group B strep, born with Group B strep. It's very easy to treat, but not in PNG when there's no antibiotics. これはB 型連鎖球菌を患った乳児なんですけれども、生まれた時にもB 型連鎖球菌を患っていました。で、抗生物質で完治できるものなんですけれども、パプアニューギニアには抗生物質がありません。We would treat that very simply with intrapartum ampicillin. で、私たちはペニシリンなどを用いてすぐに治療することができました。Some days it's about mentoring and teaching. メンタリングや教育指導。Some lovely students that came over to from Chicago to spend a couple of weeks with me. これはアメリカのシカゴから来た学生の方たちで、数週間私と一緒に過ごしました。And they've both graduated as family nurse practitioners. で、2人ともファミリーナースプラクティショナーとして、資格を取得して卒業しました。Also more mentoring of an undergrad nursing student, but I don't do that anymore. And teaching an Indigenous health worker. で、左上が看護学部生をメンタリングしている様子。今はもう学部生メンタリングはしていないんですけれども、で右下が先住民ヘルスワーカーを教育指導している様子です。The Indigenous health workers may have low education levels, but they still provide advanced care. 先住民のヘルスワーカーというのは、学歴はそれほど高くはないかもしれませんが、高度なケアを提供することができます。The best intubation I've seen is 12 seconds. The best intervention? Intubation. Intubation. That's a tube down the throat to keep them breathing. Okay. 管を口にこう入れてやる治療、彼がこの先住民ヘルスワーカーが最も素晴らしい治療を行いました。This is how we get around for clinics, either by helicopter or fixed wing, to do outreach clinics. 他の島の診療所に行くには、こうしたヘリコプターなどを使って移動します。Scary in bad weather. 天候が悪い時にはとても怖いです。Some days it's about continuous professional development. 専門職継続教育。The easiest thing is to all come together on the big island for education. 専門職継続教育 CPD というのは Continuing Professional Development なんですけれども、これはいろいろ島がたくさんあるので、一番大きな島、木曜島に皆が集まって一緒にこのトレーニングを受けるのが一番効率のいいやり方になります。Some days it's about me. 自分のための時間も必要です。On the beach, which I love so much. 私の好きなビーチです。Walking up in the hills. 丘の上を歩いたり。Some days it's about me and my husband. 夫婦で過ごす時間も大事です。I took a picture of this on Father's Day.
これは父の日に撮った写真です。Because usually when I cook a nice dinner, I get called out. Usually when I cook a nice dinner, then I get called away. 私が頑張って晩ご飯を作った時に限って必ず電話がかかってきたりとかして仕事に行かなければいけなかったりするので。So he started his Father's Day dinner without me. なので彼は父の日の夕食というのを私抜きで始めてしまいました。But every day is about good communication and collaborative practice. さまざまなことを行っていますが、毎日行っているのはコミュニケーションと連携に基づいた実践です。ありがとうございます。ありがとうございました。先生ありがとうございました。はい、ではここから質疑応答ということで、自由にディスカッション等をして進めていきたいと思います。どなたかご質問などがありましたらお願いいたします。名誉大学八重山病院宮古病院の皆さんの方からも何かございましたらどうぞお願いいたします。はい。皆さんどうもありがとうございました。非常に面白いプレゼンテーションでした。質問があるんですけれども、雇用主からのサポートっていうところなんですが、雇用主っていうのはこの場合国とか州とか地域の、何でしょうか、政府のことなのか、それとなんか団体、ナースプラクティショナーの団体みたいなことなのかということと、それから公認の確保っていう、公認の確保の仕方は常になんか、いつでもやめられるように公認者が確保されているのか、それともなんか教育研修のために地域を部数にするときの、代替みたいな代わりの形で確保している。ちょっと公認っていうのはどういう内容なのかなと思います。すみません、最後の部分もう一度公認の確保の仕方、確保の仕方のその代替という意味の公認なのか、なんか今日本だと就職試験みたいに受けて、公認が選ばれて、確保されているのか、なんか公認というのはちょっとよくわからなかった。So thank you so much for the interesting, very great presentation. And he has two questions. One is about the support from employer. So who is this employer specifically? Is that the country, Australia itself, or is there like a nurse practitioner association that's the employer, or it's the state health service? And then and then the second question is about the employer providing backfill for employees. And how do they do that? What's the process? Like, do they have to? Does that mean an employer, a nurse, can quit anytime, and employer always finds their replacement, or how does that process work? The finding backfill. So that's the second question. Okay. Yes. Thank you. Great questions. So So the first question is about who's the employer? Oh yes, the employer is the health service that you're employed by. So it can be a state, usually a state health service. Like Queensland? Yeah, Queensland Health. 最初のご質問に対しては雇用主というのはヘルスサービスになります。で大体それは州
になります。で、私の場合はクイーンズランド州にいるので、クイーンズランドのヘルスサービスが雇用主になります。And it's in the employer's best interest to provide backfill so that they can have high quality nurses, because we must have 30 hours of CPD a year, 20 for primary health and 10 for prescribing. So if they don't, in my contract, I make sure that that's one of the points in the contract, because I'm a benefit to them. They need me more than I need them. で、公認を探すというのは雇用主にとっても、利益のあることでして、看護師というのは年間30時間のこの、CPD、専門職継続教育というのが必要になってきます。で、なので1年間30時間の、継続教育の時間に当てるんですけども、20時間が継続教育で10時間が、処方するためのそのトレーニングの時間をやらなくてはいけなくて、で雇用主にとっても私が看護師としてそうやってスキルを身につけていくというのは雇用主にとっても有利なことなので、私がどんどんとそのスキルをつけていくことが雇用主にとってのメリットになる、私がその雇用主は私が選べるので、雇用主にとってその従業員がどんどんとスキルアップしていくっていうのが重要になってくる。すいません、わかりません。雇用主を私が選べるっていうのがちょっとよくわからない。So do you choose your employer, right? Like you choose who you work Yes. for? Yeah. And if the public system won't look after us, we go private. で、私が雇用主を選べる、どこのヘルスサービスで働きたいかっていうのを選べるから、そういった公的な機関で働きたくないと思ったら、もうその私的な機関で働くっていう選択も自分ができるわけですから、自分の方がその力があるというか、だからその選べる、雇用主を選べる。なので雇用主もなるべくスキルのある人にいてほしいから、どんどんとそうやってサポートしていくという状況があります。Thank you very much. We've got a very strong nurses union. 非常に強い看護師の団体がいるので、雇用主もあまり悪いことはできない。はい、ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。ご質問などありましたらお願いいたします。いかがですか。多分高齢者が出てこないのは非常にこの短いですね。多分50歳ぐらいじゃないですかね。平均年齢？それをちょっとお聞きした方がいいですね。So in your presentation, you didn't really talk about elderly people, like older people. Is that because the average age is lower, relatively low, like 50, or? Yes, quite right, Midori. The Indigenous lifespan is very low because of the chronic diseases, hypertension, diabetes, obesity. Yes, it's unfortunately, if you get to 50, you're an elder. 先住民の平均年齢というのは非常に低くて、で慢性疾患というのが非常に、多く患っている方が多いので、糖尿病だったりとか肥満だったりとか、なので先住民が50歳というのはもうすでにご高齢という年齢になります。The youngest person I know with diabetes is 9 years old. 私が知っている糖尿病の患者で一番若い方は9歳です。Losing battle.
もう非常に大きな問題です。はい、他にはいかがでしょうか。Maybe Professor Midori, I could. 10 years ago, there was no pathway for remote area nurses. Now we've got a pathway. What do you mean by pathway? Like if you want to be a remote area nurse, you graduate and then you can take courses to make you a remote area nurse. Oh, so but before in the past there was no set No, pathway. if like, you were no. brave enough, you did it. There was no really curriculum. Now we've got courses that specifically prepare people. 10年前には僻地で看護師になろうと思ったらそういった教育システムとかが整っていなかったので僻地で働くためのコースとかもなかったんですけれども今ではそういった授業も行われているので比較的僻地の看護師になりやすい環境が整ってきたと言えると思います。じゃあ私から何年ぐらいその僻地同じところで仕事をするんですか？定期的に移動したりとか、そういうことがありますか？ How many years do you usually practice in one location? Do you move around? It depends on the community. We've got very long-lasting nurses, but where the communities are, the violent communities have high turnover. Violent communities? Violent with fighting and drinking and smashing. So if it's a yeah, it depends on the communities, but there's often a high turnover rate because of the stress. 何年いるかというのはその地域によって違います。で地域によっては、喧嘩とかが多い地域もあったりするので暴力事件とかそういった地域に所属する看護師というのはあまり長くはいないですことが多いです。Or if you work in an alcohol-free community, it's often better, less trauma. で中には飲酒のできない地域というのもあるのでそういったところでは外傷の率とかもケースも少ないのでそういったところで働く看護師さんは長くいる方が多いです。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。八重山病院、すいません。はい、どうぞ。貴重なご講演ありがとうございました。ハートラフ病院の初期だと言います。処方以外にナース NP ができる医療行為っていうのは何になるんでしょうか。例えば先ほど外傷の方をナートしたりだとかそういった医療行為ができるかどうか教えていただけますか。Thank you so much. Other than prescribing, what other things can nurse practitioners do? The referrals and the diagnostics for the X-ray and ultrasound, nerve blocks, intraosseous, advanced suturing, and I do small excisions of lumps and bumps. 処方以外だと他の医療従事者の方に紹介をしたりとか、画像診断の紹介だったりとかあとはこう縫ったりとかちょっとした腫瘍とかだったら取り除いたりとかそういうこともします。Does that answer her question? 質
質問にお答えできましたか？大丈夫です。ありがとうございます。 Thank you. And also it depends on your specialty. So for me, I'm very general, but if your specialty was cardiothoracics, then you would have specialist practice. そのナースプラクティショナーの実践の内容というのもできることというのもその専門分野が何かということにもよります。で私の場合はもうジェネラリスト、もう全ての分野をやっているのでやるんですけれども、そのもっと専門的な分野のナースプラクティショナーだったらその専門分野のことでやってる具体的な何か実践範囲があったりします。We have nurse practitioners, endoscopists. Endoscopy. E-N-D-O-S-C-O-P. Yeah. That's another specialty. Doing gastroscopy and colonoscopy. 他にもナースプラクティショナーの内視鏡の分野もあったりします。So it depends on your specialty. なので分野にもよります。できることというのは。はい、ありがとうございます。他にいかがですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。沖縄県立看護大学の比嘉と申します。先ほど赤ちゃんの取り上げてるのケアのシーンとかもあったんですけど、グンさんは助産師の資格も持ってるってことだったんですけど、この NP の皆さんはお産も取り上げるんですか？このたまたまグンさんが助産師の資格を持ってるからお産のケアまでしてるのかっていうことも気になったので教えていただきます。So her name is Higa, and there was a picture of you caring for baby earlier in the presentation. And is that because you have license as a midwife? Like you had your certificate as Yes. Is that because of that, or does midwifery is midwifery included in nurse practitioner? No, separate. Separate. And if you work remote, you may have to deliver a baby and not be a midwife. It's just a bonus if you're a midwife. So you don't have to be a midwife, Right. but it's separate too. You can be a midwife nurse practitioner as well, but that's separate. So Even if a nurse practitioner doesn't have a midwifery license, he or she can still deliver a baby? they might have to. They might have Anyone working remotely, because someone just comes in. And if you're a midwife, good. If you're not, to. Right. Okay. fingers crossed, Okay. legs crossed. ナースプラクティショナーは助産師の仕事をできるというわけではないんですけれども、遠隔地、僻地にいるとそういった助産師の仕事もしなければいけないというシチュエーションになってしまう場合が多くあります。でなので助産師の資格があればラッキーという感じです。And women have been having babies on their own for thousands of years. Women have been Having babies on their own for thousands of years. で女性というのはもう何千年もう自分一人で子供を出産してきました。ありがとうございます。Good question. とても素晴らしいご質問だと思います。It's a big fear for someone working remote who's not a midwife. That's what they fear the most. Someone coming in having a baby. 僻地で働く看護師にとってその出産というのが一番怖いというか恐れている仕事になります。特にその助産師の資格を持ってない看護師にとっては。はい、ありがとうございます。で、八重山病院の方から何か
ありませんか？はい、八重山病院の砂川です。質問なんですけれども、先生がいらっしゃる地域は、医療従事者がどのぐらいの人数がいて、で、あとは例えば総合病院とか大きい病院までどのぐらい離れている地域なのかっていうことを教えていただきたいのと、あと先ほどの質問ともちょっと似ていると思うんですが、先生のいらっしゃるこのクリニックで分娩の介助をするっていうことはよくあることなんでしょうかっていうことをお伺いしたいです。分娩の介助、分娩、お産の、So she's from Yayama Hospital, another island, and she has 3 questions. And how many providers are there on where you work? The number of providers where you work, and also how far is it to the closest bigger hospital? How far away is it? And is delivering babies, is that a pretty common thing? So the number of providers depends on the community. There are communities where there are no nurses, only Indigenous health workers. Our retrieval depends on rotary wing or fixed wing. So it can either be by helicopter or airplane. Helicopters for emergencies, and there are only some communities that don't have an airstrip, so they have to be retrieved by helicopter. Oh, some communities don't have airplanes, so Correct. they have to use Yes. helicopter. They're too small. Okay. So I suppose the answer that can be from 1 to 4. 1 to 1 4 to 4. per But community. But you may be the only nurse. The other workers may just be Indigenous health workers. And then delivering babies, is that a pretty common thing? Yes, from PNG, people come over. That's very common. Probably a couple a month, but often high-risk deliveries. ご質問ありがとうございます。医療従事者の数なんですけれども、地域によってだいたい1人から4人ぐらいで、地域によってはもう看護師もいないところもあります。そういったところは先住民、ヘルスワーカーのみだったりというところもあります。で、一番近い総合病院というのはヘリコプターか飛行機で行くんですけれども、ヘリコプターは基本的には、緊急の時に使うんですけれども、島によっては飛行機がないところもあるので、緊急でなくてもヘリコプターを使ったりすることがあります。で、3つ目のその出産はパプアニューギニアからトレス海峡の方に来て出産する方というのがだいたい1ヶ月に、何件かあります。ありがとうございます。じゃあ、この先生は例えばこの大きな総合病院の例えばドクターと例えば連携をして搬送をしないといけない患者さんがいらっしゃる時とか、例えば電話とかテレビ電話みたいな感じのツールとかを使って例えばコンサルテーションを受けるというか、そういう連携のやり取りとかをされていらっしゃるでしょうか。So do you collaborate with doctors in those the bigger hospital? Do you call them, do a video meeting, and then discuss how you do the transfer? We've got VC in the treatment room, video conferencing. So if it's serious, yes. Or it doesn't have to be serious, but yes, a video conference. So it's
so they can see as well. そうですね、ビデオ会議ができるようになっているので、大きな総合病院とそうやってビデオ会議でやり取りをします。Or sometimes with some complicated suturing, I'll video conference for Thursday Island and the doctor will sit there and talk me through it. で縫合だったりとかもその難しい縫う内容だったりとかするとそうやってビデオ会議を使ってお医者さんの指示を受けたりします。Also, that courage is being able to say, sorry, I can't do this. This is too difficult for me, or too big for me, or not safe. Not safe for the patient and not safe for me. So that's having courage, saying, no, get them out of here. I can't do this. This is above my skill level. でプレゼンテーションの中でも勇気が必要というふうに言ったんですけれども、例えばもうこの治療は私にはできません。私のこの今ある医療資源ではできませんとか、今これを行うのは安全ではありませんとはっきり言うということも勇気、ということになります。必要な資質になります。Recognizing your own limitations keeps everybody safe. で自分の限界というのをしっかり自分で自覚して人にもちゃんと言うということが安全につながります。はい、ありがとうございました。宮古病院森さんですかね、いかがでしょうか。宮古病院の森です。貴重なご講演を聞かせていただきましてありがとうございました。私の方からはですね、1点目が何かさっきのビデオ会議とかにもつながってくるかとは思うんですけれども、ご自身が困った時の相談先っていうのは何かこの雇用主から確保されている場所があるのかという点と、あとはお薬を処方できるっていう権限があるんですけれども、その、診療所とかに置いてあるお薬がどのような種類のものがあるのかというのと、その管理はどなたがされているのかっていうことをお伺いしたいです。So she's from Miyako Hospital, another island, and she has two questions. One is maybe the first one is probably related to video conference too. But so whenever you face challenges, you want to seek for advice. Who do you talk to? Do you talk to your employer? And the second question is about prescribing at your clinic. What kind of drugs do you carry, and how is the management of the drugs done? So, thank you for your question. If I need any advice about a patient, first of all, I'll speak to the doctor on call for the day, and if he's busy or in theatre, I go straight to the medical superintendent that can provide me with support 24 hours a day, and that's usually by telephone. まず最初のご質問に関してなんですけれども、何かアドバイスが必要な時にはオンコールの医師にまずは、電話をして、で彼が忙しい時にはメディカルスーパーインテンダントに電話をします。And the prescribing, we have a fabulous impress, and it's stocked with a vast range of medications, creams, lotions, antibiotics, intravenous fluids, vaccines, venom detection kits. Yes, so depending on the size of the clinic, we've standardised our impressed
but the scale would be bigger in a bigger population. So we've got it's vast. There's everything you'd need. Common sorry, I'll wait. 基本的には必要なものはすべてクリニック診療所に医薬品は揃っています。抗生物質だったりワクチンだったり、あとはその蛇の毒の治療をするための医薬品とかも揃っています。でもう診療所のサイズによってその置いてある医薬品の量というのも違ってきます。Our remote area nurses use the primary clinical care manual, and if they want to deviate from that, then that would be an occasion that they could ring me and say, give me a patient story, and then I could prescribe something over the phone if they thought it deviated from the manual. So who are they? The registered nurses that aren't nurse practitioners. Okay, registered nurses. If they're going to deviate from this manual, then they can call you, Yes. and you will prescribe Give drugs. them an order over the phone. Yeah. で性看護師、遠隔地にいる性看護師がというのは基本的にこのプライマリークリニカルケアマニュアルというそのマニュアルに従ってお薬出すんですけれども、そのマニュアルに従ってケアをするんですけれども、そのマニュアルから外れる時には基本的にはデューンさんに電話をして、でデューンさんが電話で口頭で処方をしたりします。処方の指示をしたりします。森さん、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとう。So who manages the drugs? Like who? The registered nurses do an order once a fortnight, and they come from the big hospital out. Once a fortnight. Once every 2 weeks. Once every 2 weeks. Once every 2 weeks. Yeah. で薬の管理というのが、基本的には性看護師さんがやるんですけれども、そのお薬のオーダーをしたりして、それは2週間に1回行われます。And that comes by plane or barge or ship or barge. Barge? Barge, a big supply boat. Boat? Or ship. でそのお薬というのは飛行機とか船とかで運ばれてきます。And the patients don't pay for the medication, it's all free. で患者さんというのはお薬のお金を払うことはなくお薬を得ることができます。はい、ありがとうございます。リュウさんは薬の数をどれぐらい残っているかっていうのを数えたりとかチェックはしない。ナースプラクティショナーの仕事ではない。Do you do inventory of the drugs at the clinic at all? Like, is that a part of nurse Not me. practitioners? No, the auxiliary nurse, the registered nurses. Yes. And there's a specific process of supplying a drug and keeping it in a record book for audit. Yes. 基本的にはその在庫の管理というのはナースプラクティショナーではなく、性看護師の役割になります。でどういったサプライでどういうふうにあるインベントリー記録をしたりとか、そういうことも全部性看護師が行います。はい、ありがとうございました。はい、いかがでしょうか。雇用主からのサポートのところはありますか。どうぞどうぞ。
県立看護大の川崎と申します。貴重な講義どうもありがとうございます。ちょっと教えていただきたいんですが、島ナースはやっぱり最後の方にですね、研究と書かれてございましたけれども、その中で講義で見つからなければ不可能と書かれていらっしゃるものですが、どういうことかなということとですね、もう一点は、例えばどのような具体的な課題があってですね、研究がどのような研究がされているか見てもですね、教えていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。Her name is Ms. Kawasaki, and she has two questions. One is about what you had at the very bottom of the role of island NPs, and at the bottom you said research and impossible without backfill. She wanted to know a little more about that, what that meant, what that means, and also her second question is what kind of research do you do? We're supposed to have 0.2 of our week in research, but that doesn't happen in remote, only in the cities where they're well supported, because I'm too busy. It's not a really good excuse, but there's too much to do. So there's more research done in accident and emergency, or in the centres that are well supported, where they can go offline and spend some time away from their job. 0.2 hours, you said? How many hours a week? It's supposed to be 0.2 of the 0.1, so it's supposed to be 0.2 hours? Maybe 2 hours. Yeah. 2 hours. 2 hours a week yeah. of research. But I've done nothing. I'm a very bad NP. で最初のご質問なんですけれども、ナースプラクティショナーというのは1週間に2時間研究に時間を当てなければいけないんですけれども、僻地で勤務しているとなかなかその2時間研究に割り当てるというのが難しいです。都市部のナースプラクティショナーとかだとその2時間できる方もいるようなんですけれども。We don't do that very well. We don't generally. Nurse practitioners in general? They're not supported enough. Yeah. なかなかその研究をできるナースプラクティショナーというのが少ないのが現状です。What did you mean by impossible without backfill is, I think, one of your questions. Oh yes, so impossible unless if they sent someone to do my job while I was doing the research, I could do that, but not while I'm trying to do both. Yeah. その研究で公認が見つからなければ不可能ということなんですけれども、その日々の仕事から別にその研究の時間に割り当てるために雇用主がちゃんとその日々の現場の仕事をできる人を探してくれないとなかなか研究が進まないという意味ですね。And I could choose anything related to primary health care for research. で研究内容に関してはプライマリーヘルスケアに関していることであれば何でも研究できます。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、下地から。すみません、南部医療センターの下地と申します。今日貴重なご意見ありがとうございました。2つちょっと質問したいんですけど、日本の方ではナースプロテクショナーはまだ活動はしてないんですけど、離島診療所が同じような活動をされていると私は思っているんですけど、この離島継続教育の方に関して、10時間が処方時間に当たってるんですけど、残り20時間、どういう内容のものを、教育に当ててるのかっていうのを教えていただきたいのと、もう一つは雇用主の方が公認者を確保しているということでありますけど、どういうふうに、もし雇用主が確保されているのか、公認の方を、そこら辺がもし分かりましたら教えていただきたいと思っております。お願いします。So her name is Ms. Shimoji,
And she has two questions. The first one is in Japan, nurse practitioner is not in place yet, but nurses working in rural areas, she feels like they're doing something similar to what nurse practitioners do. And in your presentation, you talked about the CPD, how 30 hours is required and 10 hours is for prescribing, and 20 hours for just more general CPD. But what specifically, what kind of training do you put for the 20 hours? What do you learn? Yeah. And also for the second question about employer backfill, what's the process? How do employers find the backfill? What's the process? Okay, thank you. Wonderful question. So for the first part, yes, you're right. A lot of remote area nurses are certainly practicing at an advanced skill level. So we've got a category for people who are highly skilled but don't want to get their masters, and they can do an authorisation, and that's called Rural and Isolated Practice Endorsement. So they don't have to get nursing practitioner certificate, but they can still get rural and isolated endorsement. Yes. That's another Yes, certificate it's a that short. they can It's a certificate, Mm-hmm, and it's a shorter course, and they can, but they must use the PCCM, meaning the Primary Clinical Care Manual. They can use the health protocols. Professor Midori, I've actually got some PCCMs here. If the girls wanted to have a look at some. You're talking about the internet or here? No, of the books. Books? Yeah. In Australia? Yes, in English. But I've bought some. It's Crown made it? It's the Queensland one. Yeah. Yeah. If they wanted to have a look. So it's an endorsement where, as long as they follow the drug therapy protocol, yes, they're still working at an advanced level. Right. But they can't deviate. So an NP can deviate if necessary. And then 20 hours? 20 hours can be anything. Usually it's conferences and face-to-face meetings with other NPs and through our association. And the 10 hours has to be on prescribing, and the employer backfill is with that agency. So they go through a recruitment agency. The agency is by the state? It can be national. Doesn't matter. They have about 5 agencies that they use regularly. State agencies and employers work together to find backfill. ご質問ありがとうございます。そうですね、遠隔地の看護師というのはナースプラクティショナーでなくても非常に高度な実践、スキルというのが求められていると思います。で、そういった人たちが別にナースプラクティショナーにならなくてもいいと言っているけれども、すでにもう高度なスキルを持っている場合にはオーストラリアではルーラル&アイソレイテッドエンドースメントというそういったまた別の資格があって、ナースプラクティショナーになるにはその長い、コースクラスをたくさん取ってその資格を取得するんですけれども、それよりも短い単位少ない単位で取得できる、また別の資格というのがあります。で30時間、継続教育の時間に毎年当てるんですけれども、そのうちの10時間が、処方のためのトレーニングですね。で20時間はもう本当に何でもいいそうです。何でもいい
継続教育と言えるものであれば内容は何でもよくって、会議だったりとかビデオ会議をしたり、他のナースプラクティショナーと、ミーティングを行ったりとか、そういうことも全て継続教育になります。で、最後のご質問の雇用主がどういうふうに後任の方とかその看護師が2、3週間とかいなくなった時にどうやってその穴を埋めるのかっていうことに関してなんですけれども、これは雇用主と別にエージェンシーっていうのがあって、その基本的には、ドゥンさんはクイーンズランド州にいるので、クイーンズランド州のエージェンシーっていうのがあって5つくらいあるんですけれども、その雇用主とエージェンシーが一緒に連携をとって人を見つけるそうです。その看護師が継続教育をするときに何週間か抜けたりとかする場合があるときにその人材を確保するためにそういったエージェンシーがあるそうです。でそのエージェンシーと雇用主が連携をとって2、3週間看護師がいなくなった時の穴埋めをするそうです。はい、ありがとうございます。はい。ですか。はい。ありがとうございました。3点ほどちょっと質問させていただきたいんですけども、My name is Masaki Shinjo. Who do work in your departure in your field, and who work in your field? そう、私が聞きたいのは、ちょっと日本語で言いましょうね、通じないみたいですから、ドクターがこう地域よりこう離れて日本に来てますよね。You stay in Japan. So, who work in your field? Oh, while I'm here. Nobody. Oh. Yes, quite right. It doesn't always work. Yes, nobody's doing my job while I'm away. Yeah. それからもう一つは、その許可はそのドクターが離れるときには許可しやすいですから、どういう形で許可するのか、許可をどのような形で取るのかということと、それから、今回も来られているわけなんだけども、年間何回ぐらい、離れることがあるのか、この3点をちょっと聞きたい。I think I know what he's saying. Yes. すみません、その2つ目のご質問の許可というのは多分このフィールドから離れるときには誰かに代わって誰かに代わって、ドクターがこちらに来ているのかなと私は思ったんだけど、誰もいないということだったので、そうするとこのなんていうか雇用主に対して今回日本にこのリクエストがあるから日本に行きますということで許可を取っていると思うんですよね。だから手続きの問題だと思うんだけども、個人ではできないと思うんですよね。要するに何らかの許可が得ないとね、離れるわけだからね。だからそれが何日間とかね、制限があるのかどうかとかね、それからそういうこの機会、年間にどれぐらいのチャンスというかね、あるのかというこの3点をちょっとまとめて話していただければありがたいなと思います。So, while you're in abroad, like in Japan right now, so to come to places like Japan outside of where you practice, do you have to get approval from your employer? Do you ask for permission? Yes. Employer? Yeah. Your employer. And then how many times do you travel in a year? Like how many times like this? Like this time? This is the first time. Ever? First time to Japan. Oh, right, but like any place outside of Torres Strait for? Not for nursing, no. Not for nursing? No. Okay. No. And while I'm away, the doctor on call will have much more work because the nurses
clinics instead of in the communities instead of ringing me, we'll have to ring the doctor on call. そうですね、私が今日本に来ている